こんにちは、オートウエストエンドです。今回はご覧のようにサイドミラーについての修理をしていきたいと思います。実はこちらのミラーは以前割れてしまいまして、その交換の動画は先日アップロードしたご覧になっていただいた方ありがとうございます。実はその交換作業の合間にこのサイドミラーの上下の調節をするちょっとその機能が動かなくなってしまっていたので、その修理も挟んで行っておりました。今回はその修理の一部始終をお届けしたいと思います。ただこの新しいパーツを用意して修理をしたということではないので、結局原因究明のようなそんな感じになってしまい、完全に直すことはできませんでした。なので実際に中がどうなっているのか、このモーターの部分を外したり分解したりしようと考えている、修理を考えている方の参考になれば嬉しいです。実はこの BMW X5 のサイドミラー、いくつか問題がありまして、ヒーター機能がちゃんと使えていない、作動していないというのもその問題のうちの一つです。この配線が通っているんですが、おそらくこの中で断線しているのかなと思い、今ちょっと検電テスターでね、ちゃんと通電しているかどうかを確かめようとしています。新しく購入したガラスのミラーも後ろにヒーターの配線が通っているので、ちゃんとこれをつけて作動しなければこの配線に問題があるということになるんですが、一応こうやってつないでいましたが通電をしていないようです。ただちょっとここトリッキーなところがありまして、このエンジンを回してすぐヒーター機能が作動するというわけではないようです。だいたい10分後ぐらいに作動し始めるとのことで、今ご覧のようにエンジンをかけた直後なので、それで通電をしていないのか、それとも普通に壊れて通電してないのかがちょっとね、今の見た段階では分かりませんでした。そしてさらに気温によっても発動するタイミングが違うとかいろいろあるので、ちょっと奥が深いと言いますか、泥沼にはまりそうですが、今回見た感じでは通電してないということなので、まだまださらに調査が必要だなというところでした。ちなみにこちらのモーターの土台の部分、それを今 T10 のトルクスビットで外しています。全部で4つあります。はい、こんな感じで割とあっさり外すことができました。一応現状のその上下調節機能が動かないのをもう一度確認しようということでやっております。エンジン回さなくてもいいんですけどね、このアクセサリー電源にすれば動かすことができますが、果たしてどうでしょう。今左右に動かすことができました。ただ今この運転席の方で上下に動かしているんですが、やっぱりね、上下は動かないんですよね。はい、取り出してみましたが、本当にネジで止まっているだけでもうすぐポロッと取れました。ただモーターにアクセスするには何やらいくつかありそうですね。このパーツを何個か分解しなければいけないということで、後部座席での作業に移りたいと思います。あんまりこの X5E70 というモデルなんですが、この分解方法の動画が上がっていなくて、ちょっとね、これ手探りの面が多いので、いろいろ恐る恐る
樹脂を壊さないように、割らないようにやっております。このぐるっと円周上に、外周上に爪があるんですが、それを外せば取れそうな雰囲気を出しているんですが、なかなか爪の部分は引っかかっていないのに浮いてきてくれません。ということで、この円形になっているパーツ、これを一旦外さなければいけないようなので、この部分を取り外しにかかっています。結構これ4つの爪で止まっているんですが、すごい力がかかっていまして、取り外すのに結構苦労しました。この外周上にこれも4つ爪があります。そしてこの間にある防水マットのようなシートのような感じでしょうか。この薄いゴムのシートが挟まっています。そしてこれを取ってみますと4つネジが出てきました。なのでこれをまずね外さなければいけないということでした。先ほどと同じ T10 の、ビットでね外すことができます。そうしますともう爪を先ほどほぼほぼ外してありますので、少しずつ持ち上げるようにしていくと外すことができそうです。ちなみにこのサイドミラー自体からこのモーター部分を外す際にも同じ T10 を使いましたが、結構ネジ穴自体が細いので、普段使っているものではなく予備で持っていた結構そのビット自体が細いものを使って今回外しました。はい、オープンということで、はい、モーターが2つ見えますね。そしてそれに連動して動くようになっている2本のこの M 字になっているパーツ、それも出てきました。で、いくつか BMW のオーナーさんが投稿しているフォーラムを見てみたんですが、この M 字になっている黒いパーツの電極、そこの接触が悪くなって動かなくなることがあるようで、そのグリスを取った方がいいと、そうすると治ることがありますよとありましたので、今回それをやっていきたいと思います。やはりフォーラムのようにこの接触部分にグリスがめちゃくちゃ塗ってありました。あえてここにねつけてあるのか、モーター部分のギア周りのためのグリスがここまで来てしまったのかはちょっと不明なんですけども、一応これを取り除いておこうと、この接触を良くすればまた動いてくれるんじゃないかということでやっております。この M 字の黒いパーツ、ここにもよく見ますと、この接触部分、金属の接触部分が2本小さく出ております。そこもやはりグリスまみれだったので、一旦拭いて取り除いていこうと思います。ちなみにこのモーターのアッセンブリ自体を購入しようとすると eBay とかでも1万円前後になっちゃうんですよね。なので映像の方は今アルコールでねそのグリスを取り除いているところですが、そこまでしてこのね開けてみると結構単純な構造してますよね。なのでもうほんと1000円2000円で直せるはずなんですよと言い聞かせてるんですが、だからこれに1万円出してごと交換するというのはちょっとまだ時期尚早かなとなんとか自分でできるところまでやってみようということで、ちまちまなんですけどもやっております。はい、綺麗になりましたね。ということでモーター部分を見ていますが、一応見た感じでは特になんかね焦げてたりとか
不具合がありそうな感じは見受けられませんでした。ただこの日はモーターに関してもこれ全部分解していこうかなと思ったんですが、そこまで僕の時間がもう迫ってきてしまいまして、予定がちょっとケツカッチンでしたので、今回はこのグリスを取り除いて、それで様子を見ようと、一つずつ処置をして、それでまた戻して動作チェックをして原因を絞り込んでいこうと、プラスに考えたらね、そういうことなんですけども、ということでもうこの状態で戻していきたいと思います。このモーター自体は eBay でちゃんと型が合えば1000円ぐらいで購入できると思います。そしてこの左右に動かす動きができるので、このスイッチ自体のフューズが飛んでいるということではないと思います。なのでもうほんとここの末端の部分でどこか不具合があるということで、一つずつ原因を探っていこうという感じなんですが、ちなみにこの M 字のパーツを戻す際にはピンをちょっと持ち上げるような感じで接触部分にね、赤い基板の方にちゃんと当たるように注意をして、そして戻していきます。ただこのピン自体がプラスチックのこの樹脂のパーツに本当簡単に止まっているので、力をかけすぎてもまたそのピン自体をどっかに飛ばしてしまいそうなんですね。なのでここは結構慎重に行いました。ちなみにパーツリストを見てみたんですが、BMW の方ではこのモーター単体での販売はしていないようでしたので、結構このかっちり合うモーターを探すのは苦労しそうな予感もしております。なのでこの接触系が原因であってくれた方が直しやすいなという、期待を込めてやっております。ちなみにこの M 字のパーツなんですが、2つありまして、両方とも全く同一のものかなと思いましたら、左右でそれぞれこの接触の部分がついている、金属のパーツがついているところが対象になっているので、全く同じではありませんでした。もしこれで動かなかった場合、左右入れ替えて試そうとも思ったんですが、それがねできないということで、ちょっとここが原因だった場合困ったなということになりそうです。そしてこれが原因だったとして、このパーツも単体で売ってるかというとね、おそらく売ってないと思うので、そうなるとこれ全体を買わなければいけないと。当初はこのサイドミラーの修理結構簡単にいくかなと思ったんですが、割と奥が深そうな、そんな予感がしております。映像の方は全てパーツを戻して、ちゃんとギアのところにかませるように戻しまして、蓋をして、そして同じように T10 のトルクスビットで締め付けていきます。ちなみにこのゴムのシートに関しては、もう本当にこの爪の部分に押し込むといいますか、くぐらせるだけで装着可能です。そして最後に結構取り外すのが大変だった円形のパーツをはめ込みます。はい。ちなみにこのカプラーといいますか、この電極のところ外れて取れていました。ちゃんとがっちり何かで止まってるという、そういう構造ではなかったので、これ見落としたら危なかったなと思いました。はい。でこれがね結構つけるのが大変でして、このモーターの作動範囲といいますか、可動範囲、それによって動いてしまうので、力をかけると反対側に動いてしまうんですね。なので同時に押し込むというのが結構難しかったです。ということでグリスを取り除いて接触部分をクリアにしましたが、これで確かめていきたいと思います。
そして一旦ちょっとね固定をしようと思ったんですがこの円形のパーツ4つネジ穴が開いているんですが、90度付け方を間違えていたようでネジ穴がねネジが入らないという事態になり、ちょっとこれ外してまた付け直しています。この爪自体はどの方向でもつくので、ネジ穴を合わせる作業をこれちゃんと確認しないとこのような感じになってしまいました。はい、ということでネジでねこう止めまして、そして動作確認を行っていきたいと思います。無駄にねエンジンを回しておりますが、これもアクセサリー電源で十分です。そして左右にはねご覧のように動くんですが、上下にね動いてくれないんですよね。これが原因ではないようだと不発に終わってしまいました、修理が。一つこの接触が原因ではないと分かったことは一つの収穫だったので、それは OK と。なので、考えられるのはギアが空回りしているか、そしてモーターがもう壊れているか。でもねモーターが壊れるっていうことはねそうそうないと思うんですが、壊れるんでしょうか。ちょっとなので次はモーターを上下左右管轄しているそのモーターを入れ替えて行ってチェックしていくのが、一番やりやすい分かりやすい方法なのかなと思うので、それをやっていきたいと思います。映像の方は先日このミラーの交換の仕方、ガラスの交換の仕方をアップしましたが、その手順に沿ってやっております。その動画のリンクは概要欄に貼っておきたいと思います。ということで今回は少しだけ前進したと、引き続き修理を行っていきたいと思います。ミラーのモーターの取り外し方、グリスの出しの仕方など参考になったという方はいいねボタンを、引き続き行っていきますこのサイドミラーの修理動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。